おいたまま待て。それはダメだぞ、俺の楽しみなんだから。この小さな泥棒猫にはどんな物語があるのでしょう。少し覗いてみませんか？さあ、タマ、今日はどの写真から見ようかね。一人の午後は、こうして思い出をなぞることが、いつの間にか日課になりました。花子さん、この子ね、釣り場に雨に濡れて親を探してたんだね。今日からうちの家族にしないかい？たま、見てごらん。あんたがうちに来た日の写真だよ。眠たそうに耳だけをピクピク動かす玉の頭を撫でながら、私は色あせた写真へ目を向けます。写真の中では、まだ若くて、シワ一つなかったおじいさんが、少し照れくさそうに笑っています。あの日は、一晩中、激しい雨が降っていました。釣りの帰り道、雨に濡れて震えていたあんたを、おじいさんは、大きなジャンパーの胸元にそっと入れて、連れて帰ってきたんです。寂しくならないように神様が連れてきてくれたんだ。だから今日からうちの家族だよ。そう言って笑っていたあの人の声は今でもはっきり耳の奥に残っています。あらまあ、タマ、この写真覚えてるかい？写真の中には魚の骨をくわえて泥だらけになった子猫のあんたと、その後ろで、ほうきを持ったままを、息を切らしているおじいさんが写っています。あんたがうちに来て、半年くらい経った頃だったかね。おじいさんが、大きな味を釣ってきてね。今夜はこれでいっぱいあるぞふすって、自慢げに台所へ置いていたんだよ。私がちょっとお湯を沸かしに行った。その本の少しの間に、たま、待てー！たま、待てー！たま、待てー！あんた、自分の体と同じくらいの味を丸ごと加えて、縁がわからにはへ飛び出したんだよね。おいたま、待て、それはダメだぞ。俺の楽しみなんだからすずって。おじいさんは部屋着のまま、裸足で庭へ飛び出していった。あんたは小さな体で、ひらりと塀を飛び越えて逃げるし、おじいさんは生垣に引っかかって転ぶし、結局、近所の高橋さんの庭まで追いかけっこになって、町内中が大騒ぎ。やっと玉を捕まえた頃には、味はもう、半分以上あんたのお腹の内だった。おじいさんは、俺の晩酌がって、泣きそうな顔をしながらも、泥だらけのあんたを抱き上げて、いったく、大物になるぞ、お前はって、笑っていたんだよ。本当に、賑やかで幸せな毎日でした。私たちはいつも、三人一緒だったんです。時は残酷なほど、あまりにも早く過ぎていきます。賑やかだった子供たちは、都会へ去り、おじいさんがいなくなってから、もう長い時間が経ちました。最初は、庭を吹き抜ける風の音さえ寂しくて、胸が締め付けられるようでした。けれど、不思議ですね。たま、あんたの温かいおでこを撫でていると、おじいさんの、あの大きくて温かかった手を、自然と思い出すのです。私が先に行っても大丈夫だ。たまがいるからな、そう言った。おじいさんの言葉通り。あんたがいてくれたから、私は今日まで寂しくなかったよ。あんたも、もうすっかり、おじいちゃん猫だね。目も少し白くなって、歩くのも、私と同じで、ゆっくりになった。私にとってあんたは、
あの雨の日の小さな子猫の沼。おじいさんの形見は多いけれど、声を返してくれるのはあんただけろぐ。今夜、夢でおじいさんに会えたら伝えよう。たまと明日も元気に過ごすから心配しないでねって。さあ、たま。お布団へ行きましょう。おやすみ。私の方もつ。チャンネル登録といいねしてくれると嬉しいよ。